はい、お待たせしました。それでは、本日の労務相談 Q&A になります。テーマが、会社でセクハラ発生かということで、質問文が会社においてセクハラと考えられる事案が発生したと。で、加害者とされる人物にヒアリングを行う際、どのような点に注意すべきですかという内容になっています。で、今回は、加害者とされる人へのヒアリングにフォーカスした内容になってますけれども、前提としてそもそも、事業主はセクハラ防止の措置を取る義務がありますし、こういうハラスメント事案が起こったときに、対応が不十分だったりすると、後々民事上の使用者責任を問われて、損害賠償請求されたりとか、行政指導であったり、あとは風評リスクなども生じます。ですので、ここに書いてある通り、客観性と公平性を保って、で、しっかり事実関係を確定させるための、適正な手続きを意識した、ヒアリングをしなければいけないということになります。で、以下のところに、どういうふうに注意して、どういうことをやっていかなきゃいけないかっていうのがまとめられております。で、ちょっと、重複する部分もあると思うんですけれども、まずこの、加害者に対するヒアリングの前の準備も重要です。事前にまずは、被害者とされる方の、ヒアリングを完了させないといけないです。で、被害者から、詳細な事実確認をして、事実を把握した上で、加害者ヒアリングに臨むことが原則であると。で、まずは被害者の証言内容を整理して、どういうことを今度この加害者のヒアリングで、確認していかなきゃいけないかっていうのを整理しておく。で、そのヒアリングにあたっては、例えば人事担当者1名っていうのは避けて必ず複数名で。で、できれば、同性異性の組み合わせで、実施することが望ましい。で、さらには、後日の言った、言わないっていうのを防ぐためにも、記録担当だったりを設けることが、推奨されます。で、ヒアリングを行う上での基本姿勢ですけれども、まずは、冒頭にこれは、懲戒処分を前提としたヒアリングじゃないですよ。あくまでも事実確認のためのヒアリングであるっていうことをしっかりと伝える。で、虚偽の報告は、後々、あなたにとって不利益に働く可能性がありますよっていうこともしっかり説明しておくと。で、質問の仕方なんですけど、回答の方にもある通り、何々したんでしょっていうような、誘導尋問的なものは禁止。〇〇についてどのような状況でしたかっていうように、オープンクエスチョンで事実を引き出すことが重要です。で、それから感情的にならないことですね。担当者が感情的だったり断定的な言動を取ると、後々、もうヒアリング自体が不公正だったというふうに主張される可能性もありますので、あくまでも中立な立場で冷静な態度でヒアリングを行う必要があります。で、確認すべき事項っていうのは、そうですね。その問題とされる言動があったかないか。で、具体的な内容。あとは、発生日時とか場所とか状況。で、あと第三者がいたかどうか。それから、被害者との、関係性ですね。普段からのコミュニケーションの実態だったり。あとはその、問題とされる言動について、本人はどう意識していたのか、ハラスメントという意識があったのかとか、例えば恋愛感情があったのか、みたいなことも確認すると。あとは、関連する証拠があるかどうかっていうのもしっかり調査する必要があります。でさらに、手続き上の注意点ですけれども、まず大事なのが、プライバシーの保護ですね。で、調査中であるということを、関係者以外には絶対に漏れないようにすると。で、この点に関しては、加害者にも口止めしなければいけないですし、プラスアルファ、被害者への接触とか報復を禁じるということを明確に伝えると。で、ヒアリング後に加害者が被害者に直接、コンタクトを取ケースが非常に多くて、それで二次被害とか証拠隠滅につながるケースもありますので、この接触禁止の告知っていうのは必須になります。
それから記録の保管ですね。ヒアリング内容はしっかり議事録として文書化して、できれば本人にこの内容で間違いないですねっていうことで、確認、署名を求めることが理想になります。で、録音についてもできれば本人の了承を得た上で録音した方がいいかと思います。で、あとは事案の重大性にもよりますけれども、やはり早期に弁護士なり社労士のとの専門家との連携をしながら、この事案についてどういうふうに対応していくかっていうのを最初に対応方針を決めておくっていうことも重要かなと思います。で、さらに追加でお話ししますと、今回はどうですかね、本人、被害者とされる方が申告してきたのかもしれないですけど、場合によっては第三者が申告してくる場合もある。その場合は会社としてどういう対応が必要かっていうことなんですけれども、同じ点としては、その事業主としては、申告者が誰であっても、ちゃんと調査をして、しかるべき措置を取る義務は同じです。で、事実調査して、ヒアリングして、事実認定して、処分して、再発防止っていう大きな流れは変わらないんですけれども、異なる点としては、まずは被害者本人の意思確認が最優先。その方に、慎重に接触して、実際に被害だったのか、自分はどう感じているのか、会社に調査してほしいのか、そういうことを、確認すると。で、本人がもう、大元にしたくないし、そっとしといてほしいというふうな意向を、示した場合でも、じゃあ分かりましたって言って、会社は完全に手を引くってことはしてはいけない。本人の意向を最大限に尊重しつつも、やはり第三者的にそれがセクハラに移っているわけなので、そこは会社としては何らかの行動は起こさないといけないということになります。で、それから、申告者、第三者の保護ですね。その申告者が不利益を受けないように、その申告者の秘密保持についても、徹底しなければいけません。あと、事実確認なんですけれども、当事者同士というよりも、第三者が見聞きした情報になりますので、客観性が高い反面、本当に細部のところはわからないということになりますので、被害者だったり加害者双方に、より丁寧にヒアリングを行う必要もあります。で、加害者が被害者が調査を望まなかった場合、さっきもお話ししたんですけれども、かといって、会社は完全に無視することができないと申し上げましたけれども、被害者の意向を記録に残したり、あとは職場環境の一般的な点検だったり改善を行ったり、定期的に被害者の状況をフォローしたりっていうようなことも会社には必要になってきます。はい、ざっとお話ししましたけれども、本当にヒアリングだけにしても、これだけ注意点だったりやることがたくさんあると。で、当然ヒアリングの前に、初期対応だったり、あとはその後に事実認定もあり、その後本人の、当事者のケア、それから、職場への対応だったり、再発防止策を作ってっていうようなことまで一連の流れになると、なかなか時間もかかるし、やることもたくさんあると。ですので、何か起こったときに、急いで対応するんではなくって、こういうハラスメント事案が起こったときに、どう対応していけばいいかっていう、マニュアル作りを、普段の時からやっておくことが必要かなと思います。本日は以上です。